ではいよいよマシンチェック。 NSX の魅力を知るために仕様の違う5台を集めてみた。トップバッターはフェイズ NSX。 今回の企画で一番注目したい丸火仕様は外観こそ派手だが、実際に398万円で購入した中古車にコンピューター、マフラー、足回りとちょっとの合成アップをしただけのもの。ポイントはところどころにタイプ R などの比較的お安い純正パーツを流用している点とベタベタに低い車高。さあ評価はどうか。路面ちょっと今雨降ってきちゃったからあれなんだけど、やっぱねすごい正確なの、ステアリングのこのフィーリングが遊びがどっか行っちゃってるっていうか、すごいいい感じですよ。なんか全部ピロボールでも入ってんじゃないのっていうぐらいね、ちゃんとね正確に動く。どちらかというと R の、シャープな動きがちゃんと出てる。300万台の NSX だともっとふにゃふにゃかなと思ったので、これ結構いいかもしれない。続いて飯田選手がドライの路面でチェック。街乗りしてる分には十分かもしれないけど、サーキット走行でちょっと物足りないですね。なぜパワーがないのと、トラクションもかかんないですね。事故車の割にはちゃんと走ってるかなと。そうなんです。実はフェイズ号のベースは事故車。しかしポイントさえ押さえていれば事故車でもいけちゃうってことで、お役立ち情報その1。この車の場合、右フロントのアーム類は全て新品。フレームまでいっちゃってた事故らしいが、ディーラーで修理してあったためアライメントも OK。 要するに NSX の事故車の場合はどこで修理したかが肝心。なおかつアライメントは出ているのかを十分チェックする必要があるのだ。お次はちょっと変わり種。なんと NSX のドリフト仕様。かっこいい。エンジンはこの車もノーマルだが LSD がちょっと違う。ノーマルのビスカスでは飯田選手も言っていたように内輪のホイールスピンが激しくトラクションのかかりが悪い。それを解消するためにこの車には無限性 1.5 の LSD が組み込まれている。 LSD だけで50万円近くもする高価なものだが、ドリフト仕様には欠かせないアイテムとのこと。さあチェックだ。ちょっとでもフロントに荷重を乗せたままリアを抜くとすぐにもう滑っちゃいそうな挙動ですね。いや、ドリフトしようって感じではないですよね。すごく車は乗りやすいと思いますよ。ちょっと濡れてる中でもきっちりとセオリーさえ守ればトラクションかかる。すごい乗りやすい。まともにこういうふうにさっき走ったの初めてなんですけど NSX ですごいいいっすね。たまんないっすね。やっぱね、一番気をつけなきゃいけない進入ですよね。進入とアクセルの踏み始めのアクセルの踏み方をラフにいっちゃうと、もうそこでスピンモード入っちゃうと絶対にスピンしちゃうから、特にこういうウェットなのに。だから普段の車よりもすごいその辺っていうのは入っていく時と踏み始める時っていうのはすごい緊張する。だから進入でリアタイヤをグリップさせるように入っていかないと、怖い。乗っててすごい緊張する。お役立ち情報その2はファイナルの変更。2台のシフトタイミングに注目。ドリフト号は各ギアでエンジンの回転を常に高く維持できるため、パワーバンドを外さない気持ちよいドライビングができる。これはファイナルをタイプ R 用に変更したためで N エンジンの良さを引き出すにはおすすめの仕様変更と言えるだろう。3台目はアドバンス NSX。 この車のオーナーでもあるアドバンスのシンボリさんは6年間に富士スピードウェイを20回以上も走り込み、この NSX を仕上げてきた。だから何万キロでどこが壊れるか、そのためにどこを直すかなど貴重なノウハウを持っている数少ないショップでもある。チューニングのポイントはアドバンスでもおすすめのファイナル変更はもちろん、クロスミッションの採用やフライホイールの軽量化、さらにはエンジンにも手が加えられお店のコンセプトであるレスポンスアップを実現している。
メーカーチューンということですけれども、パワー的にはノーマルの3リッターよりは絶対いいと思いますよ。これは間違ってないですね、この方向性としてはね。ちょい足が柔らかいかな。ストローク的には悪くはないんだけど、ダンパーがちょっとやばいのかな。足的にはまあ、新型に近いものを持ってる。あとエンジンのレスポンスもすごくいいしね、このくらいのチューニングだったら全然外してないですね。むしろいい方向にいってるチューニングだと思う。そしてフェイズからもう1台6連スロットル仕様だ。ノーマルの部分を探すのが難しいほど手が加えられたマシンで、左ハンドルのアキュラをベースにレスポンス命のフルチューンエンジン、これをモーテックのコンピューターで制御している。果たして6連の良さは感じられるのか。 NSX 使いのアキラがチェック。ブレーキなんかもすごいよく効くし、いいと思うんですけどね。ただこの路面コンディションに結構 NSX っていうのは、シビアなんで、この辺がちょっと難しいですね。この路面に本領発揮ならず。パワーはあるんで、この車を煮詰めればかなり速い車になると思うんですけどね。ただ左ハンドルってことがあって、結構コーナーウェイトが変わりやすいんで、こういう日本のサーキットって、結構扱うのはさらにシビアになるかなって感じですね。ラストは K&N ジャパンのスーパーチャージャー仕様。オーナーの大越さん曰く、ノーマルでも280馬力ある NSX だが、乗り慣れてくればもうちょっとパワーが欲しくなるはず。しかし NA だけに300馬力以上のエンジンに仕上げるのは相当難しく、お金もかかる。そこで考えられたのがスーパーチャージャーキット。価格は工賃込みで165万円だが、これでおよそ70馬力のパワーアップが可能。走りに変化は見られるか。はっちゃんがチェック。これスーパーチャージャー付きって本当に初めてなんですけどね、結構いいかもしれない、面白いかもしれない。ただちょっとね、気になるのが月がアクセルレスポンスがちょっと落ちてるかなと、そんな気しますね。足は硬いんだけど、ちょっとスプリングと合ってないかなという気はしますね。このね、スヤルム切った時にちょっとロール感がそのまま残ってるっていうかね、なんかちょっとしっかり来ないね、このスヤル。オーナー曰く、まあ、つくば一度も走ったことないっていうことですので、まあ、その辺出てんじゃないかなと思いますね。感じとしてはね、確かに上ピュンと行くんだけど、ちょっとね、突きが悪いような気がするのね。レスポンス的には例えば NA チームよりもちょっと落ちるような気がしますね。ただ上の方絶対的なパワーはねありそうだから。さあいよいよバトルで勝負。旧型チューンドの実力を見るため、ドリドリは自分のタイプ S を持ち込んだ。ドリドリのタイプ S はタイヤとエアロ以外は全くのノーマル。でもよく考えると、初期モデルと比べてエンジンは 3.2 リッターに排気量アップ、ミッションも6速クロス化、 LSD も見直され、さらにボディ補強および軽量化がなされた、いわばメーカーチューンド NSX なのだ。さあ、今回のホットバージョン、とんでもない企画であります。チューニング NSX 対新型 NSX、こういうバトルに行ってみたいと思いますけれども、私のはですね、エアロチューンのみという新型であります。お楽しみに。路面はセミウェット、雨もパラつく中、筑波サーキット、やばいです、怖いです。ニューカーを基準に考え、旧型がどこまで勝負できるか。さあバトルスタートだ。
いきなりはっちゃんがスーパーチャージャーパワーでフェイズ号のインを刺すか。ちょっと出遅れたのはドリドリとたけし。今度のはクラッチ滑っちゃったからね。しかしブレーキングで一気に差を詰め団子状態。さあ誰が抜け出るか。そんなとこでブレーキかけるなよ、危ねえからよ。先頭はサンキュッパー NSX。 少し遅れた服部 K&N にドリドリが急接近。これにたけしも続く。チャンス。ほんと速いじゃん、まっすぐ。あらららら、たけしんでも速いよ。新型危うし。立ち上がり加速では旧型チューンドも結構いけてます。あー、P さんの方が速いな。バトルは2ラップ目に突入。服部 K&N に抑えられた後ろの2台に対しトップの2台がその差を広げる。NSX マイスターの飯田明選手に追いつくか。あんのまっすぐだけ速いんだもん。こっからは勝つぞと。ブレーキかけるとね、右行っちゃうから右から攻めないでとかなんとか言っている間にドリドリはアウトへ。しかしアウトからパスできるほどのコーナリングスピードの差はない。そりゃないでしょ、たけし君。すぐ横にはたけしアドバンス。2台並んでダンロップに入った。コーナーも速いアドバンスにドリドリすんごいピンチよ。そんなとこから本当に来る気かよ、お前。危ない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 。うわー、ちょっと待って、止まんない止まんない。服部 K&N の弱点はブレーキか。後ろはちょっと離れました。あ、明選手なんか調子悪いです。なんでミッション入んねえよ。 NSX マイスター痛恨のシフトミス。同じペースで走っていただけに挽回が大変だ。立ち上がりでスーパーチャージャーより早くアクセルを全開にできないと勝ち目はない。ドリドリ。さあいけるか。筑波サーキットの場合最終コーナーで頑張った人にはチャンスが訪れる。いったなんとかギリギリのところでドリドリ3位に浮上。しかし前との差はおよそ2秒。前に追いつくのは至難の技じゃ。これにたけしアドバンスも続けるか。この状況ではハンドリングブレーキともにたけしアドバンスの方がちょっと有利。さあ狙いは2部屋の侵入だ。こっからはターボじゃねえ、スーパーチャージャーということで。あー、ダメだ、加速じゃ勝てないね。なんか知んないけど、なんでだろう。スーパーチャージャーだから。やばいぜ。残り2周。ブレーキは全然こっちの方が上手。あ、服部さん苦しそう。これはもう小さく回って大きく出るしかないです。トップを行くドリフト号の LSD は無限性。これに対し2番手の飯田フェイズ号はノーマルのビスカス。トラクションのかからない状態が続く。緊張
追いつかないと。予選アタックさながらの超マジモードに入ったドリドリ。マジだぜ。よくねサーキットを走ってセッティングされてるって感じだな。さあ4位争いはたけしよりはやっぱ速いけどコーナーは怖い、正直言って。アドバンスは富士でセッティングされているためさすがに高速コーナーが速い。しかし今回はコンピューターの年長も富士セッティングのまま、それがたたって加速はいまいち。あー、流れた流れた。小さく回ってまっすぐ出るぞと。でもノーマルでこれだけ走る車だからいい車だよね、やっぱ NSX は。よりシビアな領域でレスポンスしてくれる車だけにドリドリのドライビングもいつの間にか真剣になる。 NSX とはそんな車なんだ。コーナーは速い、こっちの方が速い。たけしアドバンス完全にインを刺した。これはもらったか。はい、ここからはスーパーチャージャーを生かしましょう。立ち上がりになると急に元気になるはっちゃんに対し全く逆なのがたけし君。残るは得意の最終コーナーのみ。アンダー出せ、アンダー出せ。バトルを制したのはオリダーのドリフト号。注目は路面状況が悪くなったファイナルラップでバトル中ベストを叩き出した飯田フェイズ号。新型を抑えてこれはすごいということは結構中高チューンドでもいけるってことだ。